アメリカ・イスラエルの攻撃を受けて、イランを助ける国はもはやありません。ロシアはイランを助ける余力なし、そして中国はイランからの裏切り行為によって、もはや助ける理由というものがなくなろうとしています。イランのこうした自滅行為、一体なぜそのように起きているか、皆さんは知りたくはないでしょうか。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東情勢、アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃、このニュースについての徹底解説を行っていきます。今回取り上げる話題の順番としては、まずはロシアとの関係、そしてその後、イランがどのような状況にあって自滅行為に走っているかについて解説していこうと思います。それではまずは全体の状況を俯瞰するために、最新情報から押さえておきましょう。現在、アメリカ・イスラエルによる攻撃は圧倒的な状況で、イランの地上戦力を叩き続けています。当初のアメリカ・イスラエルによる攻撃の特徴は、ステルス戦闘機と遠距離攻撃兵器であるトマホークミサイルをはじめとしたミサイル兵器類などを使っていました。また、最近では新しく開発した大型の突撃ドローンの実戦投入テストなども兼ねてドローン攻撃を実施したとのことです。これらの特徴としては、まだイランに防空能力が残っていることを考えれば、非ステルス戦闘機などを投入すれば、被害を受ける可能性がある。そうしたことを念頭としたステルス戦闘機の投入です。ところがここに明らかにイランの防空能力がものすごく下がったなということをわかるニュースが入ってきました。それはアメリカ側がステルス戦闘機ではなく B1 爆撃機という非ステルス製の大型機を投入したというのです。B1 爆撃機は1974年に初飛行した大型の爆撃機です。ですから現在の基準から考えればレーダーに必ず映るような大型の機体であり、対空ミサイルがしっかりと整備されている状況にあっては、とてもではないが危なくて飛ばせるものではありません。アメリカ側がこうした大型の爆撃機を投入したということは、それだけイラン側の対空能力が下がっていることを意味しています。イランに導入された中国製のレーダー設備やロシアの対空兵器類は全く意味をなさず、それらについてはすでにある程度破壊が進んでいることを今回の B1 爆撃機投入は示しているでしょう。そして、ロシアとの関係性について解説しておきます。従来ロシアとイランとの間においては軍事協力関係がありました。ロシアによるウクライナ侵略では、イラン側から弾薬類やさらにはシャヘドの原型が渡され、ある程度の数の輸出も行われました。その後、ロシア国内でのライセンス生産が認められ、ロシア独自の改良なども加えた新型機がウクライナの一般市民を襲うために毎日のように投入されています。そうしたこともあってイランはロシアによるウクライナ侵略の支援国家の一つです。では、今回のイランが攻撃された際にロシアが何をしたかについて、まず第一に、イラン側はロシアに対して軍事支援を求めたとのことです。従来の関係からすれば困っている時には助けてくれと救援を出すというのは別に不思議な話ではありません。ところが、ロシア側から返ってきたのは軍事支援の物資ではありませんでした。最高指導者ハメネイ師が亡くなったことに関して、大変心苦しく残念な出来事ですねといういわゆる言葉だけが返ってきたのです。そして、ロシア側から出た言葉というのは、困っているようであれば、我が国で改良した大型の突撃ドローン、買ってもいいですよという具合にして商談が持ち込まれたとのことです。現在のロシアで生産されている大型突撃ドローンは改良が加えられていて、すでにオリジナルのイラン製大型ドローンのシャヘドを性能としては超えていると言われています。この主要部品については、中国から汎用品などを輸入してそれらを組み立てることによって成立していると言われています。これは大型突撃ドローンの場合だと何度も使い回しするわけではなく、目的地に1回飛んで爆発するという使用方法ですから、特に高い品質規格といったものが必要ではないからです。汎用品を使うというのはそれだけコストを抑える面では有利なのです。また中国側としても軍事規格品を輸出しているわけではありませんから、表向きは軍事支援しているわけではないという言い訳が立つ状況でもあるわけです。何にしても、アメリカ・イスラエルが猛烈に攻撃している最中にあって、イランに対して明確に支援するということは、今のロシアにはそのような余力は全くないということです。一方、イランはイランで、上層部がごっそりといなくなりました。空爆による犠牲者といったものが増え続けており、最高指導者ハメネイ師だけではなく、革命防衛隊や軍、そして対外諜報機関や
国内の治安活動を行っている治安警察にも多くの被害が出ています。そのためかなりの人数が入れ替わっていると言われています。アメリカのトランプ大統領はそうしたイラン内部における顔ぶれの変容については、逐一情報が入ってきていると言っています。これは、イスラエル側がイラン国内に張り巡らされた諜報網がかなり効いているものとみられます。これは決して妄想の話ではなく、実際にイラン国内の要人を暗殺する際に、なんでこうした場所にいるのを分かっているのか、事前情報がなければ絶対無理だというような話がいくつもあるからです。そもそもハメネイ師や最高幹部たちが集まる会合の時間、場所、出席者の顔ぶれなど、その全てについて情報が分かっていたからこそ、攻撃初日にハメネイ師の殺害も成功しているわけです。現在でも、イスラエル側の諜報員がかなり内部に入り込んでいて、上層部の顔ぶれがどのように変わったか、それらの人物がどのような考え方をしているか、事前の情報と現在の発言を照らし合わせて、動向をチェックしているのでしょう。ただし、メンバーが入れ替わるに従って、アメリカに対して服従を誓う人物に変わっているかといえばそういったわけではありません。現在実権を握っているであろうと報道されている人物は、イランの国家安全保障会議の事務総長で、ラリジャニ氏と言います。この人物、トランプ大統領がアメリカの要求に従えという話をしているが、イランは決してそのような脅しには屈しない、抵抗を続けると宣言を行っています。ただしその抵抗のあり方についてはかなり自滅的で、かなり国際情勢や周辺状況について理解していない人物だと考えられます。なぜそのように言えるかといえば、誰も味方になってくれないような行動をとっているからです。まず第一にイランが行っている周辺国に対する無差別攻撃。これが最悪の一手の始まりです。アメリカやイスラエルが攻撃すれば、イスラム教徒全体である意味、反感といったものが盛り上がり、イランを擁護する動きというものも出ても不思議ではありません。ところが、イランはそうしたイスラム教国に対する攻撃を行っています。米軍の基地が中東に様々あって、それらに対する攻撃をしているというのであれば、そこまで大きな反感は出ないでしょう。しかし、現在イランが行っている周辺国に対する攻撃は、アメリカ軍基地に対する攻撃だけではなく、もはや無差別に、とにかくどこでもいいからみたいな形でものすごく精度の低い攻撃を行っています。その結果として、ホテルや一般住宅地に対する大型突撃ドローンの攻撃が映像などで捉えて、インターネット上で拡散しています。一般人の死傷者も出ています。これらが指導部がいなくなったことによる作戦精度の低下なのか、それとも、もうどこでもいいからとにかく攻撃しろといったような、かなりずさんな状態に陥っているかはわかりません。どちらにしても、周辺国がイランから攻撃を受けたという具合にして、もはや、イランの反撃がアメリカに対する反撃ではなく、周辺国すべてに対する八つ当たりみたいな状態になっていて、周辺国の怒りを買い始めているのです。このような状態というのは、これまでアメリカを非難していた、もしくは少し腰が引けていた国々においても状況を変えました。それがヨーロッパの国々です。一番最初の話に戻れば、そもそもアメリカがイランを攻撃するにあたって差し迫った危機があるんだというような話をしました。しかし実際にはそのような危機は見当たらないことから、ヨーロッパ側はこうした先制攻撃のようなことはしてはいけないと声明を出していました。ところが、イランがこうした周辺国に対する無差別攻撃で一般市民も狙うようになると話は違います。イランは非常に危険な国家であることを自ら行動で示した。このような国に対しては決して擁護などはしない。イギリスは速やかにアメリカに対して自国基地の利用といったものを認めましたし、ドイツやフランスは完全にイランに対する強烈な批判のメッセージを発してアメリカの行動を黙認するようになっています。そしてもう一つ忘れてはならないのが、従来の反米国家のつながりで言えば、中国、ロシア、イラン、この3カ国においては、それぞれ反米という一つの枠組みにおいては、ある意味同じ方向を向いていました。しかしここに来てイランは明らかに中国に対しても打撃を与える行動に出て、中国側からもはや縁を切られても不思議ではない状態に陥りました。それがホルムズ海峡の封鎖宣言です。イランは国際的な制裁の中にあって、唯一の輸出資源である石油を国際市場に売り出すことができなくなりました。しかし、そうした制裁下にあっても、イランの石油を買い続けたのが中国です。
イランの輸出 90% 以上が中国向けとなっていました。それだけに、イランにとっては中国は非常に大事にしなければならないお客さんであったと同時に、中国からしてみても、国際市場に出せない石油を安く買い叩けるという意味で、イランとの関係性は、それなりに良好だったと言えるわけです。ところが、ホルムズ海峡の封鎖宣言を行うことにより、こうした自国の石油を輸出するという場面においても問題が発生します。船が通らないのであれば、当然のように輸出もできないし、そして多くの船に対して航行を制限するということは、中国向けだけ単価を通すようなことをすれば、それは非常に目立つものであり、その行方について、周辺海域のアメリカ海軍がこれを拿捕するといったことも当然あり得るわけです。中国にしてみれば、これまで安く買い叩けていた石油が実際に入ってこないとなれば、当然のように経済的なダメージになりますし、何をしているんだとイランの行動に対して反発心しか抱かないでしょう。このようなイラン側の行動に対してトランプ大統領はイランの海軍力についてこれを殲滅するというような発言も行っています。現在のところトランプ大統領は主だったイランの海軍艦艇もしくはそれに準ずる船について11隻を撃沈したと発表しています。公開されている映像では大爆発をしている様子なども捉えられていますし、また衛星写真では破壊されておそらく海に沈んでいるもしくは半壊状態になったであろう船なども捉えられています。ただ、こうした大型艦艇だけでホルムズ海峡が封鎖という話ではありません。何しろ、ホルムズ海峡というのはそれほど広い幅のある状態の場所ではありませんから、遠距離攻撃兵器の常に射程内にあります。通りがかるタンカーに対してミサイル攻撃を行えば、それだけでこの海域が危険であり、通常の運航はできなくなります。そしてこれもまた周辺国に対する攻撃的な行為となります。そもそもこの地域は産油国が多く、石油を輸出しているわけですから、その石油を運ぶ船を封鎖するというのであれば、それぞれの国にとっても経済的な打撃となり、イランに対する反感は非常に高いものとなります。だからこそ、アメリカ軍による攻撃をむしろ積極的に応援するようになるでしょう。ちなみに、イランの対岸の国サウジアラビアでは、ムハンモド皇太子はこのままイランを放置しておくと、周辺国家にとって危険な存在となる。今回のアメリカによるイラン攻撃を支持すると報道されています。実際に危険な行動に出ていることからも、もはや周辺国にとってイランがイスラム教国もしくは周辺国にとっての共通の敵として自ら名乗り出ているような状態だと言えます。ちなみに、ホルムズ海峡封鎖に関しては、日本国内でちょっとデマが出回っているので、その点について言及しておきましょう。まず、日本のエネルギー輸入に関しては、原油に関しては中東依存が 90% 以上とあり、この面に関しては確実に影響を受けます。この件に関しては以前も解説を行いましたが、物が入ってこなくなるというわけではなく、価格の大幅な上昇が日本経済に大きな打撃になるというところについて言及しました。なぜ私がそのように言っているかといえば、それは主要産油国は何もホルムズ海峡を通るだけが輸出のルートではないからです。問題なのは迂回ルートには必ず大きなコスト上昇が伴います。例えばサウジアラビアの場合であれば、従来のホルムズ海峡を通る側から輸出するルートは別に、反対側の航海から船積みしてヨーロッパ向けに輸出しているルートなどもあります。しかしこれはサウジアラビアという大きな国の中の東西のパイプラインを通じて輸送する必要があります。さらには、もともとはヨーロッパ向けの輸出港ですから、そこからアジア圏に向けての輸出となれば当然日数が増加します。これはコスト上昇にもつながります。そして国際市場の価格それ自体が上昇している中で、運賃も上昇するという形となって、どうやっても価格の上昇が免れないということになってしまうわけです。ですから、石油が全量止まるというのも間違いですし、さらには日本には国家備蓄もあることから、この国家備蓄分すべてが途絶えるほどの長期間にわたってイランが封鎖することは実力的に不可能です。そして出回っているデマが何なのかといえば、それは原油と違って長期間の備蓄ができない天然ガスの備蓄量が少ないから、ホルムズ海峡が封鎖されると、あっという間に日本は天然ガスがなくなってしまうというデマです。このデマの最大のポイントは、日本は天然ガスを中東依存していないという事実があることです。
日本は天然ガスをオーストラリア、マレーシア、アメリカなど、様々な国から分散的に輸入しており、決してどこか一つの国、もしくは一つの地域だけに限定して依存しているわけではありません。中東からの輸入に関しては、全体からすれば1割程度であり、これをもってして全量入ってこなくなるというのは明らかなデマです。ただしこれもまた一つ前の話とつながりますが、価格の上昇といった面は当然あります。物流網が乱れるとそれに伴って価格の上昇といったものは起こるものです。従来入ってきたものを他のところからの増量といった形で賄おうとしても国際市場価格が上昇していれば当然輸入総額は上昇します。またさらに悪いことに言えば為替の問題もあります。円安が進めば日本国内で作ったものを輸出するときには有利ですが輸入する際には不利になります。国際市場価格の上昇と円安のダブルパンチによる経済的な打撃といったものが日本にとっては大きな問題となるわけです。本来見なければならないポイントはそちらの方でしょう。アメリカやイスラエルによる本格的な攻撃が始まってからまだ数日しか経っていません。しかし、すでにイランの防空能力は大幅に減退していることは明らかです。それは動画の冒頭でも述べたように B1 爆撃機、ステルス性のない大型の爆撃機が投入されていることからも明らかです。この後地上戦力を投入するといったことは一切行わないでしょう。アメリカはあくまでも自分たちにとって被害が非常に少なくなる空爆といったようなこの攻撃を徹底的に行います。これによりイラン側の反撃能力といったものはどんどんと低下することとなります。現在、アメリカの攻撃に対して徹底抗戦すると発言しているイラン側の指導部も攻撃手段そのものの生産体制は脅かされていくでしょう。地下施設に大量のシャヘドが蓄えられているんだといくら豪語したところで、そもそも大型突撃ドローンのシャヘドを例えばアメリカ軍やイスラエル軍に向けての攻撃に使っても実際にはそれほど大きなダメージを与えることはできません。イラン製のシャヘドはそもそも速度が遅くステルス性能もありませんから遠い場所に向けて放すとその途中経過において撃墜されることが非常に多いものです。ロシアによるウクライナ侵略の場合だとそもそもロシアもまたウクライナ軍基地を狙うのではなく民間人を付け狙っているのもそうした民間人が対抗する技術がないからです。様々な場所をランダムにそして一般市民を狙うことによってウクライナ側の防備体制を崩そうというものです。同じような戦術をイランが取ったとしてもそれは周辺国の不満、周辺国の反発を強めるだけで決して戦局全体に対する影響を与える力はありません。ましてやアメリカ軍やイスラエル軍そのものに対する打撃はほとんど不可能な兵器です。一方で大型のミサイル、弾道ミサイルもあるわけですが、これらについてはそもそも大量生産ができません。2025年段階ですでにかなり使っていますし、その後の生産といったものをいくら急いだとしても、従来の備蓄量に回復しているとは考えにくい状態です。この後、生産設備などに対する空爆もどんどんと進んでいくでしょうから、新たに作ることも困難になります。アメリカのトランプ大統領は、最低でも4週間か5週間程度の攻撃を行うと言っていますが、このペースで4週間5週間攻撃を行うと、イランの地上戦略のそのほとんどが破壊され、生産設備なども壊滅的なダメージを受けるものとみられます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは今後イラン情勢についてどのような見解を持っているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。このチャンネルでは非常に多岐にわたる政治軍事などの話などもしていることから、一般的なニュースに加えてみてもらえると、世の中の状況の変化について捉えることができると思っています。ぜひともこれからもこのチャンネルの動画をご覧ください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、この機会にぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをぜひとも習慣づけてください。そして私のチャンネルの活動を応援してくれるという方は、ぜひともメンバーシップに加盟して一般受けしないであろう、このチャンネルの活動をぜひとも継続的にできるように応援よろしくお願いします。そしてこれまでもメンバーシップに加盟してくれている方々がいるからこそ、低視聴率の中においても、このチャンネルの活動を続けることができています。皆さんありがとうございます。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。